目指せ世界一。どうも、あきです。今日はね、今が旬のこの柚子を使ってボンボンショコラ1品作っていきたいと思います。というわけで早速いってみましょう。ただいつもの丸い型なんですが、今日はちょっと変わったエフェクトをかけていきたいと思います。この型普通に使うと表面がつるっとした滑らかな表面のボンボンショコラになるんですけども、今回柚子ということで柚子っぽいちょっとデコボコした表面にしていきたいと思います。じゃあ早速まずこれを冷凍庫に10分ほど入れておきます。じゃあ待ってる間にお湯を沸かしておきます。はい、お湯が沸きました。じゃあ肩と同じ大きさぐらいのタッパーを準備して、ここにお湯を注ぐ。そして冷凍しておいた型をすぐに出す。そしてお湯の上にかぶせる。そうすると温度差で結露がつくんですね。ここであまりやりすぎると水滴が大きくなって月のクレーターみたいになってしまうので、あまりやりすぎないように。見えるかどうかわからないんですけど、細かい水滴がたくさんついています。この型についた余分な水滴をペーパーで取っておきます。衝撃を与えてしまうと水滴がくっついて大きな塊になってしまうので、できるだけ優しく表面だけ拭いてあげます。ではここからピストレをかけていきます。はい、ここでチョコレートに水ってダメなんじゃないのって思った人、鋭いです。確かにチョコレートに水が入らないようにっていうのはよく言われると思うんですけど、それはチョコレートの中にあるお砂糖が水分に溶けてしまってブルームという、まだら模様が出てしまう現象があるんですけど、そのブルームになってしまうので水は入らないようにしないといけないっていうことなんですけども、今回やるのはカカオバターという 100% 油と色素を混ぜたものなので、砂糖が一切入ってないんですね。なのでこの型に水分がついていても水と油なので混ざり合うことがない。つまり水滴の模様を残したままスプレーできるということなんですね。はい、じゃあ早速ピストレしていきましょう。このピストレする時のエアで水滴が飛んでってしまうので、できるだけ遠くから優しくかけます。これで水滴の模様を残したまま油でコーティングできたっていう状態になります。だいぶ周りに散っちゃうので固まらないうちに拭き取っておきます。この薄い黄色が固まったら次の色ものせていきます。じゃあ次オレンジいきます。オレンジは片側にグラデーションになるように振っていきます。これも黄色の薄い層を破かないように優しく片側に振っていきます。今オレンジを片側に振ってこういうグラデーションになってます。これが固まるまで少し置いておきます。はい、じゃあ次はまた全体に黄色を振っていきます。はい、今こうなってます。じゃあ最後黒を振っていきます。で筆につけて弾いてつけていく。この色が飛び散った感じがあるだけで急にアーティスティックになるというかおしゃれに見えるので、このエフェクトはすごくおすすめです。こういう模様になってます。これで肩の色付けは終わりになります。はい、じゃあ色固まったので今から型取りをしていきます。で型取りに使うのは今日はこのチョコレート。このチョコレートブロンドチョコレートと呼ばれるもので、ダークミルクホワイトっていうのは知ってると思うんですけど、このブロンドチョコレートっていうのは一応ホワイトチョコレートの仲間で、色はこういう本当にブロンド色
のチョコレートになってます。でこれなんでこんなキャラメル色になってるかっていうと、中に入っているミルク分を煮詰めてキャラメルにしているということです。これが美味しくてついついね食べ過ぎてしまうんですけど、キャラメルの風味があるのはもちろんですが、ちょっとビスケットみたいな風味もあって、しかもこれ少し塩気が効いてて、こう甘じょっぱい感じがねエンドレスリピートできてしまう、そういう感じのチョコレートになってます。でこれをだいたい 300g ぐらい今日は型取りに使います。これ溶けた状態、結構ね流動性は良いので型取りには使いやすいチョコレートです。じゃあテンパリング取っていきます。分類としてはホワイトチョコの仲間になるので、ちょっと低め25度ぐらいまで下げてから30度まで温めて使うという感じになります。はい、じゃあこれで30度なので今から型に流していきます。はい、こんな感じで型取りは完了です。こっちのチョコは後で使うので薄く伸ばしておいておく。はい、じゃあ中を作っていきます。この柚子は今からジュレにしていきます。まずこの皮はまた別で使いたいので、皮と中身を別々にしていきます。めっちゃいい香りです。皮と実分かりました。今からこっちの実の方を絞っていきます。皮の方は後でちょっとだけ使うんですけど、それ以外の残った分はまた時間があったらコンフィとかにして動画にしたいと思います。ネットの袋に入れて、そして絞る。レモン絞りみたいなやつでグリグリやってもいいんですけど、今日はこの後こっちの実の方も使うのでちょっとこういうやり方にしてます。これで重さ測ります。 110g 取れました。これに同じ量の水を足します。合計量の3割のグラニュー糖、さっき絞った皮とか種とかの絞りかすも一緒に入れて炊いていきます。柚子ってペクチンっていう物質が多く含まれていて、糖と酸に反応して固まるっていう性質があります。なのでこの皮とか種とかにペクチンすごく多く含まれているので、これと一緒に炊くことでこのジュレにとろみをつけるっていう作り方になってます。はい、今だいぶ炊けてきました。こんな感じでとろみがついてるでしょ。面白いでしょ。柚子の果汁と水と砂糖しか入れてないのに、このペクチンのおかげでこんなにとろみがつく。で甘みとかもし足りなかったら適当に足してあげてください。でこの袋は絞ってしまいます。はい、でもこの袋はいらないので捨ててしまいます。今の状態だとただの甘酸っぱいジュレなので、ここでさっき置いといた皮を削り入れてあげます。こうすることでより柚子らしいジュレになる。じゃあジュレ絞っていきます。ジュレは 1.5g ずつ。あんまり多いと酸っぱってなってしまうので
当に少しだけ。はい、じゃあこれでジュレは OK。 はい、こんな感じで入ってます。じゃあ次はこれの上にのせるガナッシュを作っていきます。はい、ガナッシュに使うのはホワイトチョコと牛乳と、あと今回柚子に合わせるのでじゃん、テキーラを持ってきました。でテキーラっていろいろ種類あるんですけど、熟成の度合いによってブランコ、レポサド、アネホっていう風に変わっていきます。で今回使ってるのはこの一番熟成していないタイプのブランコを使ってます。柚子の持つシトラス、グリーン、ハーブ、あとはウッドとかスパイス、そういうテイストとこのテキーラがバッチリ合うということで今回チョイスしてます。でテキーラとくればショットグラスがなかった。これね、いいお塩です。じゃあいただきます。うまい、これうまっ。あ、これめっちゃ癖になる。めちゃくちゃ合う。柚子の持つ爽やかな感じとこのテキーラの熟成してないまだフレッシュな香りがものすごい合う。これはうまい。お酒は20歳になってから皆さんは、ちゃんとルールを守って飲んでください。じゃあまずホワイトチョコ、電子レンジか湯煎で溶かしておきます。で牛乳も測って電子レンジで30度ぐらいに温めておきます。はい、じゃあ2つ合わせていきます。これいつもやってる分離式乳化法。ホワイトチョコの場合は軽く混ぜたらもう次の牛乳を入れてしまった方がいいです。で今回のレシピは牛乳だけだと乳化しない配合になってるのでテキーラを水分量的にはギリギリ乳化するレベルの量になってるので一瞬心配になるかもしれないけど大丈夫。はい、綺麗に乳化しました。じゃあこれ型に流していきます。ガナッシュテキーラもこれで終わりです。これで固まるまで半日ぐらい置いておきます。はい、じゃあ固まったんで蓋していきます。まず表面を少しドライヤーで温めます。で今日はフィルムでシールします。フィルムはちょっと厚手のものの方がやりやすい。でテンパリングしたチョコレートです。今日はやってないけどこのフィルム自体に模様をつけると裏側が模様のついたボンボンショコラができるっていうので結構ね面白い技術。これ固まったら外していきます。はい、じゃあ固まったんで外していきます。全部外れなかった。綺麗には仕上がってるんじゃないかと。あんまり画像じゃよくわからないかもしれないですけど、こう柚子の表面のデコボコが表現されててね、面白いエフェクトになってます。はい、じゃあいただきます。この壊れたやつ切ります。うまい、うまい。最初に柚子ジュレの香りがわーっと広がって、で甘みと酸味、若干苦みもあるけどそれが続いて、でその後にテキーラのガナッシュ、これがいい仕事してて、ホワイトチョコをベースになってるから基本的に甘いけど、そのテキーラのおかげでこう甘みをスッと切ってくれるっていう、そういう大事な役割をしてて、で最後この薄々に仕上がった周りのブロンドチョコレート、若干塩気があることでこう最後さっぱり終わらせてくれるっていう、ものすごくね計算され作り、自分で言うのもないんやけど
計算され尽くしたボンボンショコラになっております。ちょっと分かりにくいからもう一個切ろう。分かるかな、このシェルの薄さ。この薄さは本当にいろいろ条件をちゃんと考えてやらないとできない。うまいな、うまい、はい、というわけでゆずのボンボンショコラでした。うまいのができた。本日以上になります。最後まで見てくださりありがとうございました。というわけでさよなら。